こんばんは。いつもありがとうございます。ゆるく入荷情報からあんまりないんですよ。なんでしょうね。母の日が終わってから狭間なんでしょうかね。あとお天気が悪い日が続くっていう予報があったせいか、ちょっとあんまり本当にあんまり入ってなくて、今日入荷したのが千日紅の、まずこの子からいきましょう。ちなつちゃんです。なんかなんかあまり綺麗に発色しませんね。口笛吹いてるんじゃないんですよ。風なんですよ。はい、千日紅のちなつちゃんがピンクと白と入ってます。ちょっとなんでもうすぐ終わっちゃうかな。やっぱり雨が続きそうだったんで、私もあんまりいっぱい入れられなくて、ジニアですね。ジニアちゃん、子は大丈夫なの今日。ジニアちゃんが入っております。すごく綺麗なラズベリーリップだっけな。なんかすごく鮮やかなピンクのドピンクの子が入っております。あとなんだ、ガエラルディアですかね。黄色が入ってます。これね、今日ちょっとレッドっていうのもあったんですよ。レッドって言って飛びついたら、よく考えると、マリーゴールドにめちゃくちゃそっくりで、これはいかんと思って黄色に振り替えました。アスチルベちゃんです。アスチルベちゃんも入ってます。ミックスで入ったので、ピンクと白が入ってます。先日ちょっと作ったアレンジがあって、なんならこれを配信すればよかったんじゃないみたいな感じなんですけど、ライスフラワーだっけ、ゴールドがいて、左側にちょっとお花の子たちがちょろちょろっといるんですけど、これね、あとゴルフボール、この黄色いボールちゃんがいるんですけど、これがなんとなくこっち側にいて、ペチュニアのジュリエットちゃんとモダンワインかなとマリーちゃんがいて、あとブラキカムとかちょいちょい前にバーッと入ってるんですけど、これで多分このままいけるんじゃないかと。冬はちょっとこちら側を、こっち側ですねを差し替えて、差し替えでこのままちょっと玄関に不動の位置を作れる子じゃないかと思っております。クラスペディア、そうです。クラスペディアのゴルフビューティー。これ、この辺は、こっちは多年でしたっけ。で、この子も多年、葉っぱは残ってて、来年またこのボールちゃんが上がってくるので、ここは不動のメンバーなんじゃないのかなと思います。で、向かって右側、こっちはなんとなくちょっと一年草っぽい、違うな、ペラルゴニウムとブラキカムはなんとなくいそうですけど、まあ終わったら差し替えて冬の子になってっていうのでぐるぐる回していく、玄関前に可愛い子かなと思います。こんな感じの子、本当はこれ作ればよかったなと今更ながら思うんですけど、まあなんか作っちゃったんで、ご紹介でこういう感じで、まあ、半分だけ差し替えてずっと置いとくっていうのはなんか半分だけなんで楽ちんなので、全部やり替えることを考えなくていいので、まあ、こういうのもありかなと思っております。はい。で、あと先週の後追いですね。はい。先週の後追いでございます。マリーちゃんをたらふく入れたこの、なんだっけ、ユーフォルビアさん、ちょっとこう、元気なくなっちゃうんじゃないかなみたいのがあったんですけど、今のところ皆さん元気にしております。あと、アネモネね。私、アネモネ、掘り上げました。今、絶賛乾かし中なんですけど、で、これを乾かして、今年の何月ぐらい植えるべく、今、ほじくり返しているところです。皆さん、いかがなものでしょうか。姉様球根は最低気温が20度以下になったら植え込み。20度以下になったら植え込みって結構先じゃないですか。カラーも素敵です。そうなんですよ。ピンクに担当の美容師さんが独立されて、ちょっとお祝いがてら行って、まだちょっとオープン30日だからもうちょっとあるのか。だけど、ちょっとプレオープンでやっていただきました。今日は何に植えるかというと、このカゴに行きます。ちょっと散々悩んだんですけど、20度下回る日が続くって結構遅いですよね。アンアリス植え込み。
私、手元にアンアリス残らなかったんですよね。その代わり、しっかり作っていただいたプレミアムアネモネがあるので、あれをなんとかこう3年目に持ち越して、ちょっと立派に咲かせたいと思ってるんですけど、私、アネモネ咲かせたいだけでしたっけ？みんなで一緒にアネモネやりましょうって言ったの。ラックスは放置。私もそうですね。地植えなので放置ですね。ただちょっと葉っぱが出てきたら、オルトランとかそういうのを、あと私、買いました、とうとう。ナメクジ大事。買いました、とうとう。まだちょっと使って、このピンピンな感じが使ってないんですけど、ナメクジにスプレーするんでしょ？ちょっとまだやってないんですけど、ちょっと期待してます。プレミアム頑張ります。はい、プレミアムアネモネ頑張って3年目につなぎましょう。で、みんなでアネモネの達人目指しましょう。はい、これ、それ、これ、はい、ナメクジの結構いるので、頑張って見つけて、シュッて焼いて試してみたいと思います。このカゴにジニアとトレニアとシナツちゃん、この辺を入れていこうかなと思っております。で、なんかこう、しつこいぐらいのピンクでいくぞっていう、なめちゃん速攻です。これ速攻で聞きますか？マジですか？え、そういう意味ですかこれ？速攻ですっていうのは。どうなるんだろう？のたうちもあるんですか？すごいなんか期待してるんですけど、私。今まではちょっとあまりこれ、なんかこう、皆さんの前で言っていいのかわかんないんですけど、紙コップに塩を入れて、持ち歩いて、ピッて入れてたんですよ。だけど、うちの母曰く、そんなんじゃ全然無理って言われて、でもうちの母で思い出しました。私、お謝りしなければいけないことがございまして、アジサイの剪定の件で、うち実家なんかこう放置でなんか切ってるの見たことないみたいな発言しておりましたが、うちの母はバリバリ剪定派閥でした。はい、その辺はちょっと見たことないけど、めちゃくちゃもう咲いたら切るぐらいの勢いで剪定してたっていうのが、なんか生垣みたいにすごい大きかったんで、そんなイメージはなかったんですが、どうやらバリバリ剪定派閥でした。はい、それをお伝えして申し訳ございません。適当なこと言いました。はい。私は剪定して失敗する派閥なので、何とも言えないんですけれども、でも、アカネグモちゃんがなんとなく咲いてきました。なんとなく咲いてきたので、これから立派なアカネグモちゃんにはならない気がするんですけれども、でもなんかこう、ちょっと片鱗は見られるんじゃないかなと思って期待しております。はい。じゃあ、こんな感じでジニアちゃんのを植えていきましょうかね。もう夏の寄せ植えはほら、もうスカスカにするっていうのぐらいしか浮かんでこないので、もうスカスカですよ、スカスカ。ジニア、はい、ジニアです。このジニアがすごくまばゆいばかりのピンクじゃないですか。ラズベリーリップルで合ってるのかな、なんかそういう名前でした。植えるのもいろいろ考えたんですけど、でっかい鉢をやった後だったんで、今日はこのピンク系の子を植えるので、赤ずきんちゃんのカゴみたいに、なんかこう、赤ずきんちゃんがこう持って森をさまようようなメルヘンなカゴにできればなと思っております。怖いんだけど、普通に。すごい音ですね。誰か口笛吹いてるんじゃないの、本当に。聞こえます？すごいんですけど。ジニア、虫除けになるとか。ジニアも虫除け？何の虫除け？でっかい地植えアジサイは切らないと大変な高さになりますし、本当ですか？ただでさえ大きいのにさらに大きくなるんですか？うちの近所のアジサイも、なんか家の1階部分を覆うぐらいのアジサイのお家があるんですけど、地植えの花に地植え。私そういえばレモンの花をやられました。レモンすごく楽しみにしてたのに、気がついたらお客様が「レモン大丈夫ですか？うちのレモンなんか虫に食べられて、お花が咲いてた部分が棒になってました」って言われたんですよ。と思って見たら、うちのもう棒になってました。
実はダメかも。この千夏ちゃんがめちゃくちゃ可愛いんですよ。夏すごい暑さに結構強いんで大暴れするんですけど、今はまだ可愛いところですね。これも、これもすごい暴れますからね。夏の一押し株なんですけど、すごい暴れるんで、あと雨にも強いので、あと、私今自分の家でそうなんですけど、水やってるつもりなのに、なんか水がうまく入ってなくて枯らしちゃうとかっていうのをやってるので、水やり皆さん気をつけてください。で、これがこちらのユニットで、これもちょっとこれ崩しすぎを不安視するようなやつらしいんですけど、私ちょっとあんまりその失敗したことないんですよね、これ。多分ね、根っこの触り方が、あの子、なんだっけ、あの子に多分似てるのかな。またあの子が始まっちゃったよ。なんだっけ、アリッサム。風強くなってきたでしょう。すごい強くなってきた。こっち、風強い。そうなんですよ。なんかさっきから誰かが口笛吹いてるんですよ、その辺で。誰かが口笛吹いてるんですよ。あとこれも入れようかな。すごいびっくり。こんなに強くなるとは。台風ですか？なんか誰かが口笛吹いてるから、ピューって。よし。これから始めますかね。もうなんかふわふわの子って今、ふわふわさんが作れないので、私今。ふわふわした子がいないので、ふわふわゆらゆらがいないから、ちょっとつまんないんですけど、まあでもそれはそれ、これはこれ。暑くなるとさ、もう花もう出てこなくなっちゃうし。これ多分みんな、皆さん、こう、へえ、でかいなって思ってるんでしょ？そう思ってるんだろうなって思いながら。ほら、誰か口笛吹いてるからめちゃくちゃ怖いんですけど、恐怖の館なんですけど、ユーフォルビアの使い方がよく分かってないんですよね。でもなんとなくこう、あと折れちゃうじゃないですか、ユーフォルビア。私折るの得意なんですけど、そろそろ持つのしんどいかも。かわいいかも。めちゃ、めちゃかわ。ちょっとこれどうする？はい。はいって言いながらやります。これ。はいとか言って。何これこのノリ。はい。はいとかってやるんでしょ？何それ、お笑いのノリじゃない？はい、こんな感じで、なんか、ちょっと可愛らしくできております。これをもう2ユニットで作ってしまおうと思って、私手でかいんで、手でかい私はそのでかさを生かして2ユニットでいきますよ。私は昨日ジニアのリース作りました。ジニアのリースはすごい可愛いですよね。はい、このユニットでここに入れます。で、両方とも同じの入れちゃえば完成っていうね。はい、こんな感じで作っております。片側ね。はいってなんか何そのはいってこうマジシャンみたいなはいとかってやるんでしょ？はい。じゃあ次反対側いきます。帰る時間強いから気をつけて。ありがとう。そうだよね。もうこれ終わったらさっさと帰ろう。怖いですね。怖いですねって。なんだっけ。淀川長司さんでしたっけ？怖いですね。怖いですねって。懐かしい。これ見てる方、大概多分知ってますよね。多分私と同じくらいの年代でしょ？懐かしい。日曜洋画劇場でしたっけ？めっちゃ怖いんだけど、その口笛は本物ではなくて風なの？やばい。そうなんです。本物の風なんですよ。いや、これ、ジニア、リースにしたら絶対可愛いですよね。絶対可愛い。誰かきっとそこで、ヒューダー見るんですか？やだ。めっちゃ怖いんだけど。でもちょっと、お笑いの人とかだったらちょっと面白いんだけど、ピューとかってやるの
で、この千夏ちゃんが結構ピャーっと、ピャーっと広がってるので、本能のままに広げて使います。考えながら喋ってるとついてこないな。で、ちょっと一回どいて、ここに、よいしょ、入れて、あ、本領発揮してきた感じする。この手のでかさが生きる時が来た。この千夏ちゃんがチラチラして、ユーフォルビアがチラチラして、可愛い感じです。ユーフォルビアって折れちゃうから、私なんかすごい折っちゃって、作品が仕上がる頃にはユーフォルビアがいないんじゃないっていうぐらい無残に折った時があって、バキバキって折り続けて、よし、こんな感じでしょう。はい、これでいきます。私手でかいんで。で、関東30メートルの風速とか言ってたから、早く帰らないと危ない。遠いんですか、おうち。電車まだ大丈夫かな。秋田静かです。私、車です。今日、市場からお花を連れてきたので、車なので、駐車場に行くまでに、ピューって言ってる人がついてこなかったら大丈夫です。やだ、タイミング。ピューピュー。多分、隙間風だと思うんですよね。でも本当にピューって言ってるみたいですごい嫌だな。誰かピューって言ってる可能性。どうだな。聞こえます？すごいんですけど、ピューって。これなんか、この配信ちょっとなんか、いろんな意味で面白いかもしれない。後から見てみたらみたいな。はい、今日はこんな感じで出来上がりました。いかがなもんでございましょう。ある意味、これ多分普通の人だとどうなんだろう。私は2ユニットで上げましたけど。で、この、ちょっとこう、ちょいちょいと動かして、ちょいと動かして、こう、私の通ってる教室なら6ユニットかな。かわいいし、早い。日々層に変わりますね。そうですね。はい。こんな感じで、千夏ちゃんがこう、ビヤーっと広がるのを生かしながら、ジニアに絡ませつつ、なんかちょっとこう、チラチラしたのをごまかしながら、こう、前でブワッとこう、垂れ下がってくるような、もう、ピンク、ピンク、ピンクみたいな感じの、しつこくピンクを追い求めてっていうほどは見えないですよね。でも、2ユニットで、私はこう、手でかいんで、2ユニットでいきました。ワン、ツーですね。はい。こんな感じで、ちょっと早いですが、こんな感じでいかがでしょうか。今日はもうちょっと風が強いので、もう今日これで帰ります。はい。ありがとうございました。お付き合いいただいて。ではまた来週火曜日8時にお会いしましょう。ありがとうございます。